laugh and music. You're listening to FM Osaka. FM この番組はヘアネクストイノベーションの提供でお送りします。はい、トリプル S、こんばんは。トリプル S の S16 まゆ、 S20 シオン、 S21 チェオンです。FM 大阪トリプル S のちょっとしゃべらへん。私たちトリプル S の日本で初のレギュラー番組です。今日は5回目の放送ということでよろしくお願いします。よろしくおよ願いします。ろしくお願いします。トリプル S は韓国、日本をはじめとした多国籍なメンバーで構成されたグループで、なんとメンバー数は K-POP 女性グループ最多人数の24人です。その中から今日は私まゆとシオン、チェウォンの3人で参加しています。まずはそれぞれ自己紹介をしてみましょう。じゃあシオンちゃんから。はい、こんばんは。トリプル S のパンが大好きなシオンです。日本のウェーブ久しぶりです。こんばんは、トリプル S のいちごいめチェオンです。リスナーの皆さん、今日はよろしくお願いします。そして今回が2回目の出演になりますまゆです。今日も MC 兼通訳者として一生懸命頑張るのでよろしくお願いします。今年からスタートしたばかりのトリプル S のちょっとしゃべらへんですが、この番組は毎月第1、第3水曜日深夜1時からの30分プログラムになっています。前回はジュウ、楓、ジオンの3人が参加していて、あっという間の30分だったそうですが、今回もこの3人でいっぱい喋って盛り上げていきたいと思います。やーほーということで、この3人の共通点は何でしょうか。普段この3人でいるとどんな会話で盛り上がりますか。どうでしょう。やっぱり、3人みんなハチだから、日本の食べ物についてよく話する。おー、確かに。ジョンちゃん日本語上手だね。上手です。ヒョンちゃんはある？コントンちゃん。저희 우리 세 명의 공통점은 약간 다 귀여운 것 같아요. 가와이 데스. 더 가와이크 말해야지. 이를 뭐라고 해야지? 私たち。私たち가와이 데스. でしょしおんちゃんは私たちの共通点はやっぱり可愛いが共通点だと、やっぱりね、私たちはトリプル S を代表する可愛い3人だと、ね、自称ですが思います。はい、そんなトリプル S のレギュラー番組トリプル S のちょっとしゃべらへん、メッセージや質問、リクエストもメールでじゃんじゃん送ってください。送り先は FM 大阪のホームページリクエストフォームからトリプル S のちょっとしゃべらへんを選んで送ってください。それではここで今日の1曲目です。大阪府月ちゃん、名古屋市かわいい石ころが大好きさん、奈良県みさみさん、リクエストありがとうございます。ありがとうございますそれでは聴いてください。トリプル S で24。
と喋らへん FM 大阪からトリプル S、S16 まゆ、S20 シオン、S21 チェオンの3人でお送りしています。 X にはハッシュタグトリプル S のちょっと喋らへんでポストしてください。ちゃんと見てるので感想などたくさんポストしてくださいね。では続いてリスナーの皆さんからのメールを紹介します。ラジオネーム愛媛県ゆうちゃん。こんばんは。24人みんなのことが大好きでいつもみんなのことを考えているウェーブです。先日の授賞式お疲れ様でした。新しく見せてくれたカバーステージや4つのユニットのメドレー、ライジング、全部とてもかっこよくて最高でした。ネクストウェーブアワードおめでとうございます。これからもずっと長く応援していきます。今日はこれまで見せてくれたかっこよくて素敵なカバーステージはどのくらいの期間で作り上げているのかを聞いてみたいです。レベルが高いステージにいつも魅了されています。ということでゆうちゃんさんありがとうございます。先日のハンターミュージックアワードありがとうございました。ウェーブの皆さんのおかげで素敵な賞をいただいたり大きいステージでパフォーマンスできて私たちもとっても楽しい時間でした。カバー曲について聞きたいとのことで今回この3人はカバーステージは参加していないんですけど他のメンバーのパフォーマンス見てどうでしたか？他のメンバーみんな걸크러시感じでした。それで次のカバーステージがあればなんか걸그룹先輩の曲カバーしてみたいです。もっとかっこいいよりかはかわいい感じ。はい、かわいい感じ。しおんちゃんは멤버들이 되게 저희가 콘서트 연습도 같이 겹쳐서 커버 연습하는 멤버들은 더 힘들고 시간도 내느라 고생했을 텐데 무대를 보면서 마음이 뭔가 뭉클했던 것 같고 뭔가 고생했다, 멋있었다 생각이 들었던 것 같아요. しおんちゃんは今回のハンターのカバーステージをやる子たちはハンターのステージプラスカバーステージプラス最近はコンサートの練習もするのですごい大変だっただろうにカバーステージをするのを見ていてすごいジーンときたってかっこよかったって言ってます。 그리고 저희 셋도 잘 할 수 있어서 다음에는 같이 했으면 좋겠어요. そして私たち3人もうまくできる自信があるから次は私たちもカバーステージできたらいいな思いますはい、では続いてこのコーナーに行きます。トイスの今日は何の日はい、ということで世界では毎日いろんな記念日があります。いろんな記念日を紹介してその記念日がトリプル S、ト S とは関係しているのかしていないのかをこのコーナーで確認したいと思います。こんなコーナーが私がいないうちに、できていたなんて。はい、ということで今週3月3日は日本ではひな祭りでしたが韓国でもひな祭りなのかな気になりますよね。実際韓国では何の記念日かを調べてみました。韓国では3月3日は何の日だったでしょうか。3月3日はドルルルルダンサムギョプサルの日でしたリスナーの皆さんご存知でしたか。なぜサムギョプサルの日なのかはサムギョプサルは豚の三枚肉という意味なので3が重なる3月3日はサムギョプサルの日なんだそうです。みんなはどうですか。本当にこの日にサムギョプサルを食べたことがありますか。食べことないです。しおんちゃんは저는 삼겹살의 날인지 사실 몰랐는데 しおんちゃんは実は3月3日がサムギョプサルの日っていうことを知らなかったそうです。
근데 뭔가 3월 3일에 삼겹살을 먹은 적이 있는 것 같아요. しおんちゃん3月3日にサムギョプサルを食べたことはあると思いますってそりゃあるだろうね 당연히 있겠지 한국 도진다. 오벤토? 아 오벤토가 아닌데. 도시락? 아니 급식? 생일.誕生日 誕生日. 私の誕生日友達の誕生日が3월 3일이어서 이つも誕生日に삼겹살だけ만 먹었대요. 本当に本当におおちょっとケーキは食べたくないのかねケーキ食べたくならないのかな 아 케이크 뭐 그 사람은 케이크 안 먹고 싶어? 아 케이크 뭐 케이크도 먹었대? 食べですでもいつも삼겹살 아, じゃあその日は絶対サムギョプサルとケーキそうです最高だね最高です最高じゃないまあ、しおんちゃんが言うには3月3日はサムギョプサルの日だけど、まあ、知らない方も多いしもともと3月3日じゃない3月3日じゃなくてもサムギョプサルを食べる日は多いので、まあ、別にサムギョプサルの日なのかなと結論はもう3月3日だから今日はサムギョプサル食べようとはならないみたいです。はい。そうですあらまということです。では日本では3月3日がひな祭りなんですけどやっぱ韓国人は知らないみたいですね。知らないですちなみにひな祭りですが韓国で女の子の日男の子の日と分けないで折になると言って子供の日があります。日本と同じ5月5日です。そうですね그 이날에 뭔가 하는 뭐랄까 하는 그런 게 있어 뭔가 아 선물 받아요 진짜 와 한국では子供の日に 그러면 어린이 받는 거지 맞아요. 누구한테? 부모님 아 5月5日に韓国では子供がご両親にプレゼントをもらうらしいです。羨ましいね。日本でもそうでしたっけ? 어떤 선물 받아? 그냥 다 장난감 같은 거? 그냥 어렸을 때 기억 맞아요 어린 받았죠 어떤 거 받았어? 막 요리사 세트 아, 가와이. 채원ちゃんはクッキングセットのおもちゃをもらったらしいです。かわいいね。 구르마車のおもちゃかわいいミニカーみたいなしおんちゃんは? 와타시는 선물은 기억은 잘 안 나는데 놀이공원을 갔던 게 기억이 나요. 그날에? しおんちゃんは5月5日の子供の日に遊園地に連れてってもらったそうです。그럼 역시 뭔가 한국에서도 일본에서도 이날은 진짜 특별한 そうです やっぱり日本でも韓国でも5月5日は特別な日っていう感じがしていいですね。では続いてリスナーの皆さんからのメールを紹介します。ラジオネーム東京都愛さん、トエスの皆さんこんばんは。コンタクトレンズブランドオーハのブランドミューズにゆやんちゃんまゆちゃん就任おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう。私もカラーコンタクト興味があるのですがまだ買ったりつけたことがありません。トエスの皆さんは初めてカラコンをしたのは何歳からでしたか？おすすめのカラーなども教えていただきたいです。はい。私は中学生の時初めてです。まゆは私は高校生
高校生の時。しおんちゃんは？私もそうだね、だって高校生だったもんね。高校生でデビューしたもんね。はい、トリプル S デビューデビュー하고 나서 처음으로? はいおー、しおんちゃんはデビューした後初めてカラコンをつけたそうです。프레시메ですね. 그리고 추천하는 컬러는 그레이. しおんちゃんはグレーをおすすめだそうです。はいしおんちゃんいつもグレーつけるもんね。ハンさんグレー好きじゃん。はいしおんちゃんは？私はチョコ。そうだね。チョコいいと思う。私はおすすめの、じゃあカラーは2人が言ったので、おすすめのコンタクトだとやっぱり私がブランドミューズを務めさせていただいたアウハのカラコン、本当に可愛いんですけど、オーハさんの方からカラコンを何個かプレゼントしていただいたんですけど、それをメンバーにもプレゼントしたらみんな大喜びしていて、で私がカラコンを選ぶ際におすすめしたいというかアドバイスしたいのは、思ったより色はあんまり重要じゃなくて、透き通っているか透き通っていないかというか、自分の元の目の色、黒目の色が明るいか明るくないかとかを見た方がよくて、自分の目がもともと明るいと明るいカラコンに合うし、もともと黒い色だともっと黒いのつけちゃうとすごいなんか目がすごい暗くなっちゃったりして、だから思ったより色は私だったらどんな色もつけるんですけど、透き通ってるその透明度っていうの、そういうのを見ます。私例えば私奥目なんですけど、そしたらやっぱり奥目の方は透き通ってるレンズの方が漏れるんですよね。ジュビンちゃんにその話をしたら、ジュビンちゃんが今まで暗いの使ってたって言って明るいのに変えてからずっと明るいのを使っていて、やっぱなんかそういう自分のそういう顔の作りだったり目の明るさに合わせてカラコンの明るさとか縁も明るい暗いとかがあって、そういうのを見たらいいと思います。アイドルチップですね。アイドルのチップでございます。はい。みんなも使ってね。キラキラです。ではここで1曲お送りします。鎌倉の街が大好きなピングーさん、兵庫県スマスマさん、大阪府かなさん、東京都ズズさん、他リクエストありがとうございます。ありがとうございまそれでは聴いてください。トリプル S ハッチでおしゃれ。なりたいになれるべき
FM Osaka 85.1. FM 大阪トリプル S のちょっと喋らへんどうですか？喋れてますか？まだ喋ってもいいですか？どうですか？イエもっと喋りますね。はい。それではまたメッセージのご紹介です。ラジオネーム大阪市飯田ウェーブさん、まゆさん、しおんさん、ちょんさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。夜更かしをしながら毎回聞いています。私は来月高校を卒業します。おめでとう。大好きな友達と別れるのが寂しくて今でも泣きそうになります。絶対卒業式は泣いてしまいます。まゆさん、しおんさん、ちょんさんの中で涙もろいのは誰ですか？トイスのメンバーで一番涙もろいのは誰でしょうか？こっそり教えてください。ということで飯田ウェイブさんありがとうございます。トリプル S で涙もろいのはどのメンバーだと思いますか？私はまゆちゃんやっぱりまゆちゃん、しおんちゃんは？しんちゃんの考えではにえんちゃん。はいそうだね。니에는 항상 뭐 보다가 드라마 보다가 놀고 와, 자주 맞아. 울어서 니에는 しおんちゃんは個人的ににえんちゃんだと思うそうで、例えばにえんちゃんはドラマを見ながらいきなり見たらいきなり涙をポロポロ流していることがこう何度かあって、にえんちゃんかなってしおんちゃん思うそうなんですけど、なんでちおんちゃん마유? 왜 채원이 누나랑 생각해? 3인 중에는 마유짱. 근데 그건 인정. それはね、この3人の中では마유らしいんですけど、まあ認めますわ。はい。 마유짱 생각은 누가 제일 궁금한 거? 이 셋이서? 그냥 트리플 S 중에서 トリプル S の中でだったらでもちょっと待ってね。신이짱. 사이신 타로するときにめっちゃ울었어です. 私もにえんちゃんにえんちゃんかな。けどにえんちゃんにえんちゃんは涙もろい。なんて言うんだろう、にえんちゃんはそのしおんちゃんが言ったように共感しちゃってすごい涙もろいっていうか、もらい涙もろいもらい涙、まあとりあえず本当にドラマを見てていきなりシャップで泣いててびっくりしてって言ったらドラマ見て泣いてたり、リアリティ番組で泣いてたり、もうって言って本当にティッシュで拭かないといけないレベルみたいな。で一緒にリビングでドラマ見てたらいきなり横で「あー」って言って泣き出すみたいなこともあって、すごい F だから泣いちゃうのかなって感じ。ことがあることに泣くのは私かなという感じです。そうですね。でもやっぱり24人もいるから、泣かない人は本当に泣かないと思うし、あんまり見たことないと思うし、泣く人は泣くと思うし、そんな感じです。そうです。はい、トリプル S のちょっと喋らへん、もっともっとメッセージやメールを送ってくださいね。宛先は FM 大阪のホームページのリクエストのところからトリプル S のちょっと喋らへんを選んで送ってください。また次回の放送は3月18日水曜日25時からです。次回の担当メンバーは FM 大阪の X で事前に告知されますので、ぜひチェックしてください。 FM 大阪トリプル S のちょっと喋らへん最後の曲は東京都ホワイトさん、千葉県コットミルクさん、他リクエストありがとうございます。
トリプルスハッチのときめティックを聴きながらお別れです。ときめティックはドラマ「人は見た目じゃないと思ってた」のオープニングテーマでしたが、先週番組最終回でした。ドラマは TVer にて見逃し配信、 UNEXT プライムビデオでも配信中です。ぜひぜひチェックお願いします。チェックお願いします。今夜は S16 まゆ、 S20 シオン、21チェオンでお送りしました。バイバイ、おやすみなさい。 FM Osaka. この番組はフェアネクストイノベーションの提供でお送りしました。